今回は USC ライト級ランキングトップ10を紹介します。10位、ジェイディン・ターナー。MMA 戦績13勝5敗、USC 戦績6勝2敗、アメリカ合衆国出身の27歳です。身長191センチ、リーチ196センチというライト級離れした恵まれた体格を生かし、破壊力のある打撃で効かせてフィニッシュするフィニッシュ率 100% のストライカー。ニックネームのザ・タランチュラは子供の頃に雲恐怖症を克服するためタランチュラをペットとして飼い始めるとタランチュラが大好きになり、最終的に200匹以上のタランチュラを飼育していたため名付けられたそうです。高校2年生の時にレスリングを始めるも指を骨折したためすぐに断念。その後テレビで UFC の試合を見始め興味を持ち MMA のジムに通っていた友人と高校の裏庭でスパーリングを行ったところ、友人がターナーの強さに驚き MMA を真剣に始めるよう説得されたそうです。しかしジム代を払うお金がなかったターナーは古いソファーを直立させてサンドバッグを作成。タイミングと精度を上げるために昼も夜も縄跳びを飛び続けサンドバッグを打ち込んだそうです。MMA のトレーニングのやり方を知らなかったターナーは YouTube で MMA のビデオを見漁り、ラッパーの曲を聴きながら走り込み、試合があるかのように想像してお金をかけずにひたすらトレーニングをしていたそうです。2013年18歳で MMA チームに加入。2016年にプロ MMA デビューし、主に故郷カリフォルニアの大会でキャリアを重ねました。2018年7月 MMA6 勝3敗の戦績で USC 契約の登竜門デイナ・ホワイトコンテンダーシリーズに出場。マックス・ムスタキと対戦し、1ラウンド終了時にドクターストップで TKO 勝ちで USC との契約を果たしております。2018年10月 USC デビュー戦ではいきなりウェルター級でビセンテルケと対戦し KO 負けでしたが、その後ライト級に転向し6勝1敗で現在5連勝中。フィニッシュ率 100% のタランチュラが最激戦区 USC ライト級ランキング急浮上してきております。9位、ハファエル・ドス・アンジョス。MMA 戦績32勝14敗、USC 戦績21勝12敗、ブラジル出身の38歳、元 USC ライト級王者です。柔術黒帯の強烈な決めと、ムエタイ仕込みの破壊力抜群の唾液を合わせ持つオールラウンダー。幼少期は故郷のリオデジャネイロでストリートファイトに明け暮れ、問題をよく起こす子供だったドス・アンジョス。1994年、ヒクソン・グレイシーが日本の MMA トーナメントバーリトゥードジャパンで優勝する映像を見たことがきっかけで、13歳からブラジリアン柔術を始めたそうです。柔術青帯、紫帯時代に国内世界と様々な大会で入賞するもメダルしかもらえず生活できないと感じ、ファイトマネーが支払われる MMA に転向。2004年に MMA デビューし、母国ブラジルを主戦場に活躍。2008年にはパンクラスに参戦し、来日もしております。柔術を軸に勝ち星を上げていき、2008年 MMA11 勝2敗の戦績で USC と契約。USC デビュー以降、勝ったり負けたりを繰り返しましたが、試合を重ねることにムエタイ仕込みの破壊力抜群の打撃力が増していき、2012年から覚醒。2015年3月、当時 USC ライト級王者アンソニー・ペティスに判定勝ちで USC ライト級王者に輝いております。2015年12月、ドナルド・セラーニとの初防衛戦でも1ラウンド TKO 勝ちで王座の初防衛に成功。しかしその後、エディ・アルバレスに王座を奪われ、次戦でトニー・ファーガソンにも敗北したことを機にウェルター級に転向。ウェルター級転向後、ランキング11位のタレクサ・フィジーヌ、ランキング6位のニール・マグニー、ランキング2位のロビー・ローラー相手に3連勝で、一度は USC ウェルター級ランキング1位に輝いておりました。しかし、コルビー・コビントンとの USC ウェルター級暫定王座決定戦で敗北し、後の USC ウェルター級絶対王者カマル・ウスマン、後の現 USC ウェルター級王者レオン・エドワーズ相手に敗北。2020年11月にライト級へ4年ぶりに再転向してから3勝1敗。38歳の元ライト級王者が再度トップ戦線を目指します。8位、アルマン・タルキャン。MMA 戦績19勝3敗、USC 戦績6勝2敗、ジョージア出身の26歳です。USC ライト級ランカー最年少の26歳。蹴りを軸とした卓越したスタンドスキルを持ち、レスリングエリートが集う USC の中でもトップクラスのレスリング力を持つグラップラー。サルキャンはジョージアで生まれ、より良い生活を追求するために父親の意向で3歳でロシアに移住。7歳から14歳までレスリングを行い、並行してロシアのプロアイスホッケーチームのジュニアユースで活動しておりました。しかし、プロホッケー選手になることができなかったことを機に MMA に転向。2015年、18歳の若さでプロ MMA デビューしております。ローカル団体で13勝1敗の戦績を上げ、2019年に USC と契約。
USC デビュー戦ではいきなり後の USC ライト級王者イスラム・マカチェフと対戦。それまで USC でテイクダウンを奪われたことがなかったマカチェフから初めてテイクダウンを奪うなど善戦するも判定負け。しかし組の強いマカチェフに正面から組み技勝負を挑み、次第に差が開いていったものの、サルキャンの組の強さを知らしめた一戦となりました。そこから驚異的なレスリング力を駆使して5連勝。2022年6月 KSW 時代にクレベル小池を倒したマテウス・ガムロットと対戦。試合は攻守が入れ替わる大激闘を繰り広げるも判定負け。しかし海外の MMA メディアサイトの採点では22人中15人の記者がサルキャンの勝利を支持しておりました。またファイトオブザナイトを獲得し MMA 戦績29勝0敗の元 USC ライト級王者ハビブ・ヌルマゴメドフはツイッターで、あと5ラウンド見たい、なんて素晴らしい戦いだ、素晴らしいマッチメイキングと称賛しておりました。2022年12月ランキング12位で MMA24 勝1敗で19連勝中のダミル・イスマグロフと対戦。試合は7度テイクダウンを奪い、グラウンドの攻防で試合をコントロールし判定勝ち。試合後サルキャンは、私は今19連勝した男に勝った。彼はトップ5の誰よりもタフだ。誰も彼と戦いたがらなかった。誰も私と戦いたがらない。次の戦いはトップ5と戦いたいとコメントしております。またマカチェフとのパウンド4パウンド1位決定戦を控えた USC フェザー級王者アレクサンダー・ボラカノフスキーからトレーニングキャンプのマカチェフ対策としてサルキャンに招集のオファーが来たことを告白。しかし昨年から自身の試合のトレーニングキャンプで9ヶ月間家族と過ごせていなかったサルキャンは休暇を理由に断ったそうです。マカチェフ対ボルカノフスキーに対してサルキャンは、ボルカノフスキー戦はマカチェフにとって非常に厳しい試合になると思う。しかし私はマカチェフが勝つと思う。マカチェフは全てにおいて別のレベルにある。私はマカチェフに勝てる男を一人知っている。それは私だと話しております。USC ライト級の若き実力者が近い将来タイトル挑戦を視野に入れております。7位マテウス・ガムロット。 MMA 戦績21勝2敗 USC 戦績4勝2敗、ポーランド出身の32歳です。堀口恭司選手と同門のアメリカントップチーム所属で、ヘッドコーチは名将マイク・ブラウン、ダスティン・ポイエ、ホロヘマス・ビダルたちとトレーニングを行っております。強力なレスリング力とアブダビコンバットヨーロッパ選手権で優勝した経験を持つ高いグラップリング力を軸に、近年打撃でもフィニッシュ勝利が増えてきているコンプリートファイター。ガムロットは中学生の頃からレスリングを始めると、レスリングでポーランド代表チームに選抜され、ポーランドのレスリングジュニア選手権、ユース選手権でメダルを獲得。2011年から MMA のトレーニングを始め、2012年にプロ MMA デビューし、ヨーロッパ最大の MMA 団体 KSW 主戦場に活躍。2016年に KSW ライト級王座を獲得し、4度王座防衛。2018年にはライト級王座を保持したまま KSW フェザー級タイトルにも挑戦し、現ライジン王者クレベル小池と対戦。クレベルの引き込みに付き合わず、打撃で攻め続けて完勝で KSW2 階級制覇を達成。KSW では達成することがなくなり、2020年 MMA 戦績17勝0敗の戦績で USC と契約。USC の初期キャリアのファイトマネーは KSW より低かったそうですが、ガムロットは老後に人生で何か後悔しているかどうかを振り返った時、 USC で戦ったことがないことが一番後悔すると思ったので契約したと話しております。2020年10月 USC デビュー戦ではグラムック・タテラーゼ相手にスプリットの判定負けで MMA 初黒星を味わうも、そこから3連続フィニッシュ勝利を含む4連勝でランキング入り。グラップラーのガムロットでしたが、次第に打撃でのフィニッシュ勝利も増えてきており、全局面での強さを UFC で見せつけておりました。しかし前戦の2022年10月、当時ランキング6位のベニール・ダリウシと対戦。事実上ライト級次期挑戦者決定戦とも言われた試合でしたが、ダリウシにタックルを切り続けられ、ダウンを奪われ判定負け。王座挑戦権獲得まであと一歩というところで逃してしまっております。次戦は2023年3月5日 USC285 にてランキング10位のザ・タランチュラジェイリン・ターナーとの対戦が決定しております。ヤン・ブラホビッチ、ヨアンナ・イエンジェチェックに次ぐポーランド人3人目の王者を目指します。6位ラファエル・フィジエフ。 MMA 戦績12勝1敗 USC 戦績6勝1敗、カザフスタン出身の29歳です。ムエタイで39勝 29KO の実績を持つ、ボディ、顔面へと散らす破壊力抜群のパンチ力を武器に USC ライト級トップのテイクダウンディフェンス 92.1% の防御率を誇るストライカー。カザフスタンでアゼルバイジャン人の父親とロシア人の母親との間に生まれ、警察官だった父の仕事の関係で幼い頃にキルギスに移住。キルギスで育ち、現在はアゼルバイジャン国籍と様々な国にルーツを持っております。
転校先の学校でいじめを受けたのがきっかけで11歳からムエタイを始め、並行してボクシング、コンバットサンボ、柔術、レスリングのトレーニングも少し行っており、 MMA にいつも近いところにいたそうです。キルギスの警察学校に入り、しばらく警察の仕事をしておりましたが、ムエタイを本格的に学ぶためにタイへ移住。名門タイガームエタイでは現役ファイターでありながらキックボクシングのコーチも務めているそうです。国際 IFMA ムエタイトーナメントで複数回優勝し、ムエタイ戦績は47戦39勝8敗。そして同時期にコンバットサンボでも全国王者になっております。2015年からプロ MMA に転向。MMA でもムエタイ仕込みの群を抜いた打撃力で KO を量産。2019年 MMA6 勝0敗全フィニッシュ勝利の戦績で USC と契約しております。2019年4月 USC デビュー戦でマゴメド・ムスタファエフと対戦し、バックスピングキックでダウンを奪われ、パウンドで KO 負けするというまさかの結末で MMA 初黒星。しかしそこからインパクトのある試合を見せ6連勝中。5試合連続でパフォーマンスオブザナイトもしくはファイトオブザナイトを獲得しております。2020年7月のマルク・ディアケイジー戦ではマトリックススウェーで上半身を反らせてハイキックをかわすシーンを見せ、 SNS で大きく拡散されました。ちなみに2017年ムエタイの試合でもこのマトリックススウェーを披露しております。前戦の2022年4月、当時ランキング7位の元 USC ライト級王者タファエル・ドス・アンジョスと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで5ラウンド KO 勝ち。元王者を KO で倒し6連勝中。タイトル戦線に絡める存在と十分にアピールしております。試合後の記者会見でフィジエフは次に戦いたい相手としてジャスティン・ゲイジーを指名。最激戦区 USC ライト級トップ戦線に危険なストライカーが浮上してきております。5位マイケル・チャンドラー。 MMA 戦績23勝8敗 USC 戦績2勝3敗。アメリカ合衆国出身の36歳です。多彩なコンビネーションから繰り出される破壊力のある打撃と卓越したレスリング力、そして驚異的なフィジカルを持ち、とにかくファンを魅了する大激闘を繰り広げる USC の人気ファイターです。チャンドラーは父親の影響で5歳からレスリングを始め、高校時代はレスリングとアメリカンフットボールに励み、アメリカンフットボールで優秀な成績を収めました。また学業でも成績優秀者名簿に乗るほどのエリートだったそうです。大学時代はレスリング部のキャプテンとして NCAA ディビジョン1レスラーとして活躍。通算戦績100勝以上を誇り、オールアメリカにも選出されております。大学卒業後、元チームメイトのベン・アスクレン、タイロン・ウッドリーが MMA で活躍する姿に影響され MMA に転向。ミズーリ州でオールアメリカンレスリングのキャリアを終えたわずか数ヶ月後の2009年にプロ MMA デビューを果たしております。ストライク放送を経て2010年からベラトールに参戦。2011年には8人制のベラトールライト級次期挑戦者を決めるトーナメントに参加し優勝。王者エディ・アルバレスへの挑戦権を手にすると、エディ・アルバレスとのタイトルマッチでは大激闘の末4ラウンドリアネイキッドチョークで下し、ベラトールライト級王座を獲得。その後王座陥落とダッシュを繰り返し、ベラトールで育ち、ベラトールのスター選手として計3度の王座に輝いたミスターベラトール。2020年8月、元 USC ライト級王者ベンソン・ヘンダーソンに1ラウンド KO 勝ちした試合を最後にベラトールを離脱。2020年9月、USC 代表デイナ・ホワイトがツイッターで最高に生かしたやつがチームに加わったことを誇りに思うとつぶやき、翌日マイケル・チャンドラーと USC が正式契約したことを発表。チャンドラーは MMA2 大メジャー団体制覇を目指し、 USC に電撃移籍という最も厳しい道を選択。チャンドラーは今までベラトールで過大評価と言われてきたこともあった。ウサダにビビっていたとか B 級ファイターだとか色々言われた。戦う準備はできている。たとえそれが5週間前でも5時間前でも5分前であってもと話しました。そして2020年10月、試合実現には至りませんでしたが USC254 の USC ライト級タイトルマッチ、ハビブ・ヌルマゴメドフ対ジャスティン・ゲイジーのどちらかが欠場することになった場合のバックアップファイターとして選ばれ、ベラトールでの実績から早速の好待遇を受けております。2021年1月 USC デビュー戦ではランキング6位のダン・フッカーと対戦し、左フックからのパウンドで1ラウンド TKO 勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。 USC 鮮烈なデビューを飾りました。2021年5月、2戦目で USC ライト級王座決定戦として当時ランキング3位のチャールズ・オリベイラと対戦。1ラウンドに右ストレートを効かせパウンドで追い詰めたものの、2ラウンド序盤に左フックでダウンを奪われ、立ち上がったところに追撃の左フックで再びダウンを奪われパウンドで TK を負け、王座獲得に失敗しております。2021年11月、当時ランキング2位のジャスティン・ゲイジーと対戦。2ラウンドに右アッパーでダウンを奪われピンチをしのぎ、終始激しい打撃戦を繰り広げたものの判定負け。
ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得しております。2022年5月、ランキング7位のトニー・ファーガソンと対戦し、右前蹴りでインパクト大の2ラウンド失神 KO 勝ちでパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを獲得。2022年11月、ランキング2位のダスティン・ポイエーと対戦し、大激闘の末、3ラウンドにレアネキッドチョークで一本負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得しております。USC 参戦後、2勝3敗の戦績ですが、どれもが上位ランカーとの大激闘で、全てがインパクトがある試合。USC でもベラトールで見せていた強さを存分に見せつけております。そして次戦、チャンドラーにとってかつてないほどの相手とビッグマッチが決定。2023年2月、デーナ・ホワイトは SNS で2023年の見通しとしてお知らせ動画を投稿。USC 契約をかけたリアリティ番組 The Ultimate Fighter シーズン31のコーチ役としてチャンドラーが就任したと発表。そしてコーチ役の相手は MMA 史上ナンバーワンスターコナー・マクレガー。タフ31は5月30日から8月15日まで放送され、シーズンの締めくくりにペーパービューイベントでコーチ対決として試合すると話しました。チャンドラーは、コナーも私もスタートが非常に速い。ゴングが鳴るとオクタゴンの中央に向かって進んでいき、相手を先に後ずされさせようとする。俺はミサイルのように近づいていって存在感を示してコナーをすぐに捉えに行くと話しております。マクレガーにとって2021年7月以来の復帰戦となるこの試合は世界が注目するビッグマッチ。ミスターベラトールが USC の象徴撃破を目指します。4位ベニール・ダリウシュ。MMA 戦績22勝4敗1分け、USC 戦績16勝4敗1分け、イラン出身の33歳です。柔術で輝かしい実績を持つグラップリング力を持ちながら、プライド時代にバンダレ・シューバ、マウリシオ将軍、アンデウソン・シューバたちを輩出した名門、シュートボクセの総合コーチ、ハファエル・コルデーロを師匠に持ち、ハファエル・コルデーロ仕込みの素晴らしいムエタイ技術を持つコンプリートファイター。ダリウシュはイランの1200人ほどしか住んでいない村で農家の両親の下で生まれ、9歳の時により良い生活を送りたいと思い、家族全員でアメリカに移住。ダリウシュはしばらくの間英語を話せなかったため、他の子供たちとうまくいかず内向的な性格に育ったそうです。18歳の時、大学生になり太るのを予防するためにブラジリアン柔術を始めるとすぐに才能が開花。青帯、紫帯、茶帯で世界農技選手権王者、世界柔術選手権ムンジャルでは青帯、紫帯、茶帯の銀メダリストに輝き、わずか5年で黒帯を取得。柔術と並行して MMA も始め、2009年に MMA デビュー。MMA デビュー後、現在も所属であるキングス MMA 所属となり、ムエタイを学び始めるとすぐにムエタイ黒帯も取得。またレスリング力向上のため、レスリング北京オリンピック金メダリストと週に3回レスリングをするなど、非常にストイックに短期間で MMA ファイターとして実力を上げていきました。2014年に MMA6 勝0敗の戦績で USC と契約。USC 契約後、勝ち星を重ねていくも、ランカー相手となると敗北。それ以降、上位ランカーとの試合は組まれず、なかなかチャンスが巡ってくることはありませんでした。しかし6連勝を挙げチャンスをつかみ、2021年5月、元 USC ライト級暫定王者トニー・ファーガソンと対戦。グラウンドの強いファーガソンをテイクダウンから攻めて、ヒールフックを決めかける場面を見せるなど圧倒し、判定勝ち。試合後にダリウシュは、イーロン・マスクよ、妻の車はどこだ？こっちは半年待っている。子供ができたからいい車が必要だ。レッツゴーイーロン、車を持ってこいと話しました。試合後の会見では、12月に車を注文した一番安全な車だと彼らは言っていた。妊娠中の妻にとってベストな車だと思って注文したのに、まだ納車を待っている。3月に納車だと言ってたくせに、もうすぐ6月だぞ。マジで頼むよ。と話すと、テスラの CEO イーロン・マスクはツイッターで、もうすぐです。遅れて申し訳ありません。とツイートし、試合から3日後に納品が遅れていることを詫び、ダリウシュの自宅に台車のテスラが届けられたそうです。前線の2022年10月、元 KSW 王者でランキング9位のマテウス・ガムロットと対戦。3ラウンドに左フックでダウンを奪うなど、スタンドの攻防で試合のペースを握り、判定勝ち。これで USC8 連勝。この試合を制したダリウシュは事実上ライト級次期挑戦者と言われております。しかしダリウシュより先にボルカノフスキーがバカチェフに挑戦したことに対してダリウシュは正直なところイライラした。ボルカノフスキーはパウンド4パウンドのキングだから理由は分かっている。でもこのタイミングは俺にとって最悪だった。待って勝者と戦うという選択もあるが、俺の仕事は試合に勝つことだから先にダスティン・ポイエーやチャールズ・オリベイラと戦おう。基本的には世界のトップみんなと戦いたい。キャリアに残された時間は多くないから、これは自分にとってチャンスなんだと話しております。
2014年に USC と契約し、ようやく上位ランカーになったダリウッシュがライト級トップコンテンダーと激突していきます。3位、ジャスティン・ゲイジー。MMA 戦績23勝4敗、USC 戦績6勝4敗、アメリカ合衆国出身の34歳、元 USC ライト級暫定王者です。レスリングをベースに持ちながら23勝のうち 19KO という抜群の打撃で驚異的な KO 率を誇るフィニッシャー。USC での9試合中8試合でファイトボーナスを獲得しているゲイジーと試合すると必ず大激闘になる外れなしの名勝負製造機です。ゲイジーはレスリングはエネルギーを多く消耗しすぎるから疲れるならレスリングよりも唾液を使った戦いで疲れた方がいい。ポイエー戦では何とか彼をテイクダウンできたはずだし、特に彼をぐらつかせた時テイクダウンすべきだった。でもとにかくそれができない。自分にとって楽しくないと話しております。ゲイジーは双子として生まれ、双子の兄弟と歩き方を学ぶ前から喧嘩をしていたそうです。2歳の時に犬に噛まれる出来事が発生するも、その犬を追いかけて噛み返したほどの気の強さを持っていたそうです。その姿を見た両親はゲイジーに4歳からレスリングを始めさせ、高校時代はアリゾナ州王者に2度輝き、191勝9敗の成績で卒業し、大学から奨学金のオファーを受け特待生として入学。大学時代は NCAA ディビジョン1でオールアメリカンに選出されたほどの実力者でした。レスリング部にジョルジュ・サンピエールなどの USC ファイターが出稽古に訪れていたことから MMA に興味を持ち、レスリングと並行してアマチュア MMA に挑戦。アマチュア MMA7 連勝の後にオリンピック出場を諦め、プロ MMA ファイターになることを決意し、卒業後の2011年にプロ MMA デビュー。ちなみにアマチュア MMA でご試合するまで唾液の練習を全くしたことがなかったそうです。ローカル団体で勝ち星を重ね、2013年から WSOF で活躍。破壊力のある打撃で KO を量産し、2014年に WSOF ライト級王者に輝くと5度王座防衛。2017年に MMA17 勝0敗の戦績で USC と契約しております。2017年7月 USC デビュー戦ではランキング5位のマイケル・ジョンソンと対戦し、倒されの大激闘を制し2ラウンド TKO 勝ち。しかし2017年12月、ランキング4位のエディ・アルバレスに3ラウンド TKO 負けで MMA 初黒星をすると、2018年4月、ランキング5位のダスティン・ポイエに4ラウンド TKO 負けで連敗。USC 契約前は MMA17 勝0敗の成績で無双状態だったゲイジーも世界最高峰 USC の高い壁に阻まれました。するとゲイジーは連敗をきっかけにファイトスタイルを変更。ゲイジーのヘッドコーチトレバー・ウィットマンは WSOF 時代からゲイジーは最も面白いファイターになりたい。このスポーツで金を稼ぐ最も確実な方法はエキサイティングであることなんだと話していた。だから私たちはゲイジーの意向に合ったゲームプランを立てて勝ってきた。しかしゲイジーは連敗し USC で世界チャンピオンになりたいと言ってきた。だから4つ戦い方を変えた。世界で最もエキサイティングなファイターでありながらと話しておりました。以降ゲイジーはリスクがありすぎない程度に攻めるファイトスタイルにチェンジし、ジェームス・ビッグ、エジソン・バルボーザ、ドナルド・セラーニ相手に3試合連続で1ラウンド KO 勝ち。そして2020年5月 USC ライト級暫定王座決定戦にたどり着き、ランキング1位のトニー・ファーガソンと対戦。7年間無敗だったファーガソンを相手に5ラウンド TKO 勝ちで USC ライト級暫定王座を獲得。ファイトスタイルの変更でゲイジーはより一層 MMA ファイターとしてのスキルを上げていきました。しかし2020年10月、当時の王者であるハビブ・ヌルマゴメドフとの王座統一戦で敗北し、 USC ライト級正規王座獲得には失敗しております。2021年11月、ミスターベラトール、マイケル・チャンドラーとお互いに打撃を効かせ合う大激闘の末、判定勝ち。2022年5月、USC ライト級タイトルマッチでチャールズ・オリベイラと対戦し、開始早々に右アッパーでダウンを奪うも、右ストレートでダウンを奪い返され、リアネイキッドチョークで1ラウンド1本負け。またしても USC ライト級王座獲得には失敗しております。オリベイラ戦後、ゲイジーは鼻の手術を受け欠場中。13年前にレスリングの試合で鼻を骨折して以来、鼻が詰まって地獄のような生活だった。毎晩点鼻薬をつけて寝なければならない。食べる時も寝る時も生活する時もトレーニングする時も戦う時も、自分の声がどのように聞こえるかもわからない。MMA で誰かが俺の鼻を打ってくれるのを13年間待っていたんだが、それは叶わなかった。試合で折れて USC に手術代を支払ってほしかった。もう諦めて自分のお金で手術し、タイトルに向かってラストスパートをかけようと思っている。2、3試合やってタイトルマッチに戻りたいと話しております。次戦は2023年3月19日に開催される USC286 にてランキング6位のラファエル・フィジエフとの対戦が決定しております。
ムエタイの強豪フィジエフは5試合連続パフォーマンスボーナスを獲得しており6連勝中。大激闘間違いなしのこのマッチメイク。 USC での試合ほぼパフォーマンスボーナスを獲得している破壊力抜群の唾液を持つ両者の大激闘に期待です。2位ダスティン・ポイエ。 MMA 戦績29勝7敗1ノーコンテスト、 USC 戦績21勝6敗1ノーコンテスト。アメリカ合衆国出身の34歳、元 USC ライト級暫定王者です。名将マイク・ブラウンをヘッドコーチに持つアメリカントップチーム所属。サウスポーから繰り出される巧みなボクシングテクニックを軸にフィニッシュを量産する唾液、組ともにハイレベルなオールラウンダーです。ポイエは5歳で両親が離婚し母子家庭で育ちました。幼少期からストリートファイトに明け暮れ、10歳の時違法なボクシングの試合で15歳の相手の歯を折ったため逮捕されたそうです。高校に通うもトラブルを起こし少年拘置所に入ることになり中退。18歳でボクシングを始め、ボクシングジムに MMA ファイターが来ており、近くに MMA ジムがあることを知ったことがきっかけで MMA を始めたそうです。2009年にプロ MMA デビュー。ローカル団体で7戦全勝の成績を残し、 USC に軽量級ができる前の世界最高峰 WEC と契約。その後2011年に USC が WEC を統合することとなり USC と契約。 USC 契約後はフェザー級を戦場にしておりました。USC 契約後勝ち星を重ねるも上位ランカーとの試合では敗北。しかし2015年にフェザー級からライト級に上げてから覚醒。元 USC ライト級王者アンソニー・ペティス、後の USC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジ、元 USC ベラトールライト級王者エディ・アルバレスといったトップ中のトップにいずれも TKO 勝ち。2019年王者ハビブ・ヌルマゴメドフが出場停止中のために組まれた USC ライト級暫定王座決定戦で、当時 USC フェザー級絶対王者で13連勝中のマックス・ホロウェイと対戦し、終始唾液で圧倒して USC ライト級暫定王座を獲得。後にハビブ・ヌルマゴメドフとの王座統一戦では完敗しましたが、2021年には MMA 史上ナンバーワンスターコナー・マクレガーと2度対戦。1回目はカーフキックで足を潰してパンチ連打でマクレガーからキャリア初の TKO 勝ちを奪うと、半年後の再戦ではテイクダウンから削り、最後はマクレガーの足を破壊し TKO 勝ち。2度マクレガーを倒しており、マクレガー幻想を完全に終わらせ、世界的知名度も大きく上げておりました。2021年12月 USC ライト級タイトルマッチで王者チャールズ・オリベイラに挑戦。1ラウンドに右フックでダウンを奪うも3ラウンドにリアネイキッドチョークで一本負け、王座獲得に失敗しております。前戦の2022年11月、ランキング5位のミスターベラトールマイケル・チャンドラーと対戦し、リアネイキッドチョークで3ラウンド一本勝ち、 USC ライト級トップコンテンダーであることを知らしめました。長年 USC ライト級のトップに居続けながら正規王者には慣れていないポイエが再度タイトル挑戦を目指します。1位チャールズ・オリベイラ。 MMA 戦績33勝9敗、 USC 戦績21勝9敗、ブラジル出身の33歳、元 USC ライト級王者です。 USC 最多フィニッシュ勝利記録18勝、最多一本勝利記録15勝、最多パフォーマンスオブザナイト獲得記録12回保持しており、 MMA 戦績29勝0敗の絶対王者ハビブ・ヌルマゴメドフ電撃引退後空位となった対撃戦区を勝ち抜いた元 USC ライト級王者。ブラジリアン柔術黒帯三段の強烈な決めを持ちながら、シュートボクスでディエゴ・リマ所属で、近年唾液もハイレベルになっており KO 率も増えてきているフィニッシャー。33勝のうち30勝がフィニッシュで勝利しております。ブラジルの貧困街で生まれ育ったオリベイラは子供時代、家族と路上でチーズサラダを売りながら生活をしておりました。7歳の時に心雑音とリウマチ熱を発症し、歩行困難や体の痛みなどの症状が出るも克服。12歳の頃、近くの柔術道場が社会的プログラムの一環として無料でトレーニングを提供していたことを機に、ブラジリアン柔術を始め、後に MMA に転向すると才能を開花し、2010年に USC と契約。USC 参戦後、勝ったり負けたりを繰り返すも2018年から覚醒。USC8 連勝を挙げ、2021年5月、元ベラトール王者マイケル・チャンドラーを2ラウンド TKO 勝ちで USC ライト級王座を獲得。2021年12月、ランキング1位の元 USC ライト級暫定王者ダスティン・ポイエを3ラウンドリアネイキッドチョーク一本勝ちで USC ライト級王座初防衛に成功。2022年5月、ランキング1位の元 USC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジーと2度目の防衛戦を行う予定でしたが、オリベイラが 0.5 ポンド体重超過したため王座剥奪。ゲイジーが勝利した場合のみ王座獲得の権利が与えられることとなりましたが、オリベイラが1ラウンドに右ストレートでダウンを奪い、リアネイキッドチョークで一本勝ち。
USC ライト級のベルトは剥奪されましたが、最激戦区 USC ライト級トップランカーを一掃し USC11 連勝を挙げ、ハビブ・ヌルマゴメドフ引退後誰もが認める USC ライト級最強ファイターでした。しかしヌルマゴメドフからの刺客イスラム・マカチェフがライト級トップ戦線に出現。2020年10月 USC ライト級王座決定戦としてイスラム・マカチェフと対戦するも、2ラウンドにカウンターの右フックでダウンを奪われ肩固めで一本負け、王座獲得に失敗し約4年10ヶ月ぶりの敗戦を喫しております。次戦2023年5月7日 USC288 でベニール・ダリウスとの対戦が決定しております。共に黒帯を持つ柔術家でありながらムエタイベースの唾液を持つライト級上位ランカー対決、要注目です。イスラム・マカチェフ、MMA 戦績24勝1敗、USC 戦績13勝1敗、ロシアのダゲスタン共和国出身の31歳、現 USC ライト級王者です。MMA 戦績29勝0敗で引退した USC ライト級のレジェンド、ハビブ・ヌルマゴメドフと幼馴染であり、幼少期からのトレーニングパートナー。かつて盟友ハビブ・ヌルマゴメドフが巻いていた USC ライト級のベルトを奪い返した24勝のうち15勝がフィニッシュ勝利している新 USC ライト級王者です。サウスポーから繰り出される AKA 仕込みの鋭い打撃を持ちながら、盟友ハビブ・ヌルマゴメドフ同様の強力のテイクダウン能力を持ち、グラウンドに貼り付けトップコントロール、そして強烈なパウンドを振り落としサブミッションでフィニッシュする最もダメージの少ない支配的な試合で完全勝利します。マカチェフはロシアのダゲスタン共和国の首都であるマハチカラで生まれ育ちました。10歳の時隣に引っ越してきたのは3歳年上のハビブ・ヌルマゴメドフ。ハビブ・ヌルマゴメドフの父アブドゥル・マナプが2階建ての自宅1階を格闘技ジムへ改築し、ハビブにコンバットサンボやレスリングなどのトレーニングをさせていたそうです。その光景を見たマカチェフはハビブと一緒にトレーニングを行うようになり、コンバットサンボで世界王者、ヨーロッパ王者、4度ロシア王者に輝き、2010年19歳でプロ MMA デビュー。2015年 USC と契約後、連勝してもなかなかチャンスが巡ってこない中、USC10 連勝でようやく王座挑戦権を獲得。2022年10月 USC ライト級王座決定戦としてランキング1位の元 USC ライト級王者チャールズ・オリベイラと対戦。2ラウンドにブラジリアン柔術黒帯3段のオリベイラから肩固めでタップを奪い一本勝ち。 USC11 連勝で USC ライト級新王者に輝きました。ロシアのダゲスタン共和国で10歳からヌルマゴメドフの父に鍛え上げられたマカチェフは、幼少期からの盟友ハビブがかつて巻いていた USC ライト級のベルトを奪い返すことに成功。次なる目標はパウンド・フォー・パウンドのナンバーワンチャンピオンになることだと明言。試合後のマイクでボルカノスキーを指名。2023年2月オーストラリア大会でぜひパウンド・フォー・パウンドをかけて戦おうと話し握手を交わしました。そして2023年2月 USC284 のメインイベントで USC ライト級タイトルマッチ、イスラム・マカチェフ対アレクサンダー・ボルカノスキーのチャンプ対チャンプのビッグマッチが決定。 USC パウンド・フォー・パウンド1位決定戦が行われることとなりました。今回からハビブ・ヌルマゴメドフはセコンド不在。ハビブは2023年から MMA から離れ家族と多くの時間を過ごすと発言しておりました。試合前マカチェフは、ハビブはみんな俺がセコンドにつくとメディアは俺に注目してしまう。それだけが理由じゃないけど俺はついていくのをやめた。君たちは自分自身の功績を作らなければいけないんだって言ってくれた。ハビブの決断を尊重すると話しました。試合は一進一退の攻防を繰り広げ、4度のテイクダウンを奪いグラウンドでポジショニングで優勢に立ち判定勝ち。マカチェフは王座の初防衛に成功しファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得。マカチェフは勝利したもののボルカノスキーが底なしのスタミナを見せ5ラウンドに追い上げていった姿はパウンド・フォー・パウンド1位の意地と真の実力を見せられました。試合後バックステージでマカチェフはハビブとビデオ通話しておりました。このビデオ通話でのやり取りについてマカチェフは、ハビブはとても緊張したと言っていた。そしてハビブは、なぜあの時これをしなかった、なぜあれをしなかったと言ってきた。私はもしハビブがセコンドに来てコーナーにいたらそれをすることができたよと言ったと話しておりました。王の中の王ボルカノフスキーと5ラウンド戦い勝ち切ったことでマカチェフの経験値は大きく上がりました。しかし試合後パウンド・フォー・パウンド1位は敗れたにもかかわらずボルカノフスキーが1位をキープ。USC パウンド・フォー・パウンドはメディア投票で決められるランキングのため、ボルカノフスキーがマカチェフ相手に見せたパフォーマンスで評価がさらに上がったことを受けての結果だと思われます。マカチェフはランキングについては正義を期待したことなんて一度もない。ロシア人の他のファイターの例を見ても俺たちに対する態度はいつも同じだった。大事なことは俺がオーストラリアまで1万3000キロのフライトをしてオーストラリアのチャンピオンを倒したことだ。
彼らは俺の手を挙げ、俺は頭を上げてベルトを持って堂々と帰国したと話しております。スター揃いの最激戦区 USC ライト級。USC ライト級王者であり、パウンド・フォー・パウンド1位を撃破したイスラム・マカチェフを倒すトップコンテンダーが現れるのか、今後に期待です。以上です。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。